てくれてありがとう、二人とも。選択肢なかったんだよ。Wi-Fi 返せ。まあまあ、話予想できたらジュースをおごるから。よし、やるぞ。ホラーだな。海の底に引きずり込まれるとか絶対使える。アホか。あ？お前はどうなんだよ、カブル。青春ラブストーリーに決まってんだろ。カブル、お前そういうのが好きなの？始めろ。一味も二味も違う浦島太郎。昔々でもない最近、浦島太郎という少年が住んでいました。出落ち、しょっぱなからこれか。マタロウくんの下校中、子供たちが小さな亀を捕まえていました。そばに寄って見てみると、子供たちは言葉の暴力で亀をいじめています。現代っ子だな。恐ろしい。マタロウくんはゲーセンで使う予定だったお金を取り出し、子供たちに言いました。このお金やるから俺に亀を売ってくれ。子供たちはマタロウくんのコンプレックスを的確にからかい、お金もろとも走り去りました。鬼だろ。亀はいいからあいつら倒しに行け。こうして無事亀を救出したマタロウくんは亀を持ち上げ、大丈夫かい？彼らの言葉は気にしないで。君は素敵な亀だから。と言い、亀をそっと海へ逃がしてやりました。うわあ、あいつ亀と話してるぜと子供たちはけなしました。もう帰れよ。マタロウのライフはもうゼロだぞ。今んとこホラー要素ゼロな気がするけど、どうなんだジロー。ここで安心安全ほっこり系だと思わせといて、バンってホラーに切り替わるんだよ。基本だろ。お前こそ恋愛要素ゼロじゃねえのか？マジでお前アホだな。この亀が後で乙姫と赤い糸で結んでくれるキューピッドになることぐらい見えねえのか？見えねえよ。お前みたいに大好きじゃん。よし、続けろ。それから2、3日経ったある日、マタロウくんのクラスに転校生がやってきました。今日からお世話になります。浅海亀代です。なんだと？そうきたか。マタロウくんの隣に座ることになった亀代さんは、ひょっこりと頭を出して言いました。この間は助けていただいてありがとうございました。マタロウくんは何のことかさっぱりわかりませんでしたが、マタロウさんは素敵な人ですよ。自信を持ってください。亀代さんの言葉に元気をもらいました。どうした？黙れ、尊さが散る。でも竜宮とか乙姫とかどうすんだ？やっぱり海へ誘って引きずり込むっていう方法で。黙れ。放課後、亀代さんは尋ねました。ところでマタロウさんは夜の学校へ行ったことありますか？何？まさか。夜？俺はないけど、なんでだい？聞くところによると、うちの学校には夜に現れる不思議なものがあって、何でも一つ願いを叶えられるそうです。お金でも仕返しでも。来たー！え？夜の学校へなんか入れるのかい？はい、私がお連れしましょう。さあ、背中に。亀代さんはマタロウくんの背中に乗り、夜の学校へずんずん戻っていきました。夜の学校には真っ青な月明かりが差し込み、壁のポスターがゆらゆらと揺れ、赤やピンクのお花紙がどこまでも続いています。まあ、綺麗だな。マタロウくんがうっとりしていると、やがて質素な扉へ着きました。着きましたよ。この先に乙姫がいます。なんだと？ここで？亀代さんによると、深夜ここにトイレの乙姫が現れるそうです。どっちだ？どっちの乙姫なんだ？乙姫の綺麗な音色を聞くと願いが叶うとか。なおさらわからん。亀代さんが扉を開こうと手を伸ばすと、なんということでしょう。亀代さんの手がウミガメのヒレになってるではありませんか。いいぞいいぞ、そのまま怪物になって涙を流しながらマタロウを食べる。どついたろか。深夜が近づくにつれ、亀代さんの形はみるみる亀になっていきます。びっくりして走り去る亀代さんの後をマタロウくんは追います。廊下を抜け、校庭を抜け、林を抜け、大粒の涙をたどりながら。海辺にはもう亀代さんの姿はありません。ただあるのは泣くような波の音と、青いようで緑っぽい海の色のリボンが一つ。そのリボンを拾い上げると海から声が聞こえてきます。マタロウさん、私はずっとここにいられないようです。でもまたいつか会いに行きます。毎日毎日ここに来ます。あなたにもらった優しさを少しでも返せるように。
マタロウくんはまた海辺にやってきました。もういちいち言おう。もういちいち言おう。と、日々、やってきました。しかし、海の声は聞こえません。聞こえるよしきもありません。あの日海に帰ったカメオさんは、捨てられた網に絡まり、小さな命を落としたのだから。今や海辺に残るのは、泣くような波の音と、色の抜けた布切れと、髪も髭も真っ白の恋をした少年が一人。はめたな。え？何のこと？出てる募金箱。俺らの気を引いといて結局お金を巻き上げるつもりだったのか。マタロウとカメオさんの愛は俺が守る。カブル、お前どんだけエヴァさん、これは海をきれいにするためなのか。そう、100円につき1パウンド、だいたい1キロの半分もの量のゴミが海につながる川から拾われるの。は？俺いつもリサイクルしてるし、なんで他人の尻拭いをしなくちゃいけねえんだよ。愛のためだろ。知るか。ジロー、世界には僕たちみたいに市がゴミを集めてそれをしっかり処理してくれるようなところばかりじゃないんだよ。せめて少しでもお金のある僕たちが手伝うべきなんじゃないの？履いてねえじゃん。うるせえ。もちろん君も下のチームシーズのリンクから君も一緒に海をきれいにしよう。誰に喋ってんだ？ジロー、でっかいチャンネル一つ。PDR さん。オッケー、かぶる。レジスタンス。わかった。じゃあジョン。バイヤー高橋さんかな。ジョンいた。よし、じゃあこの3チャンネルには僕から挑戦。海に関する動画を作ってこの募金チームシーズを広めて、そして動画の終わりには僕が今してると同じように3チャンネルに挑戦を仕掛けよう。エヴァさん、他のクリエイターも自由に作っていいのか？もちろん。みんなで僕たちの大切な海を助けよう。ジョン、お前ずっとそこにいたの？エヴァソンの話をちょこっとだけ書かせてくれたからね。どこの部分？トイレの乙姫のとこ。お前だったんか。